こんにちは。自然を加工チャンネルのくにこです。このシリーズでは多摩川沿いの自然を観察しながらスケッチをしていく様子をお届けします。今回は多摩川自然観察スケッチ巡りの第7回目で、河口から約8キロ地点の多摩川、約 8.6 キロ地点の矢口と約 12.2 キロ地点の宇野木、すべて左岸から、見た多摩川をスケッチしました。この辺りが自宅から最も近い多摩川なので、気楽な気持ちで出かけました。お手洗いもね、家に戻ればいいですしね。そしてね、最初は曇ってただけだったんですけど、途中から雨が降り出しました。こんな日もあるかなっていうことで、今日は撤退することにしました。翌日よく晴れたので、気を取り直して同じ場所に出かけました。やっぱり天気のいい日は気持ちいいですよね。スケッチをしたいという気持ちがムクムク湧いてきます。2羽のカンムリカイツブリが距離をとって魚を取っていました。彼らが潜ると大きな魚が跳ねます。対岸の競馬練習場にホバリングする超弦棒を見つけました。電線に止まるとすぐにカラスがやってきました。今回新しい画材をちょっと取り入れてみました。カランダッシュのネオカラー2という水性クレヨンです。スイスのメーカーでかなり高級なクレヨンです。この辺りは汽水域なので潮の満ち引きの影響を受けている感じなんですよね。この日は水が上流に向かって波打っているような感じがしました。それを表現するのにこのカランダッシュのネオカラー2を使えないかなと思ったんですけど、まだ使い慣れないので微妙なところですね。今日は矢口から見た多摩川をスケッチします。矢口といえば、矢口の私という名前を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。私は細川たかしの矢切の私という曲の矢切と矢口を混同して考えていました。矢口の私は歌舞伎で有名になった場所だそうです。心霊矢口の私というタイトルです。ストーリーは1358年頃に新田義興は足利氏と対立しており、その勢力争いの中で追われる身となります。ある時、義興は部下たちと共に船で矢口の渡から多摩川を渡ろうとします。しかし、渡し船の船頭、トンベイが敵方に買収されており、船の上で義興を騙し討ちにして川へ沈めてしまいます。義興の死後、その霊は無念を抱えたままこの地にとどまり、人々に恐れられる存在となります。物語の中では、義興の忠臣たちが彼の仇を討つために奮闘するシーンや、義興の霊が登場してその怨念を語るシーンが描かれ、悲劇的かつ霊的な要素が強い内容となっているそうです。私は本格的な歌舞伎は見たことがないんですけど、なんか面白そうなストーリーですよね。けれど看板にも書いてあるように、実は今の矢口の私とその舞台になった場所は違っていて、現在の新田神社付近がその舞台だったそうなんですよね。新田神社はここから徒歩20分くらい武蔵新田駅の方へ向かった場所にあります。当時の多摩川は今よりずっと蛇行していて、でかつて多摩川は暴れ川と言われていたそうです。大きな台風が来るとその度に大水が出たそうなんですよね。で古い地図をね見てみたんですけど、ものすごく蛇行してうねうねしていました。で現在も6号のあたりはすごく蛇行していると思うんですけど、それとね同じぐらいのねうねうねがねもっと至る場所にあった感じですね。絵画にも矢口の私は登場します。明治時代の画家和田栄作が描いた都東の夕暮れは、野良仕事を終えた家族が渡し船を待つ様子が描かれています。川面に夕焼けが染まる色がとっても美しい絵画です。待っている場面っていうのがね面白いと思いました。他にも川瀬波水の版画矢口は人工物が船しかないという風景に驚きますし、高橋正庭の版画矢口と都南八景台矢口の私は民家がありますが、護岸はコンクリートではなくて土で緑がね多いんですよね。
で、桜や松もあって日本の原風景という感じがしました。渡し船は昭和24年に玉川大橋が開通して廃止されたそうです。当時の渡し賃はなんとね、1人2000くらいだったんだそうです。村民は無料だったらしいんですけど、外から来た人は少しだけ払ったみたいですね。しかもね、船頭さんは村民からの希望者で交代制で働いてたそうですよ。私が描いた2025年の多摩川を動画で誰かが将来見て、こんな橋を車っていう乗り物をわざわざ運転して渡っていたんだよね。昔の人は大変だよね。なんて思ってくれたら面白いですよね。スケッチをしていたら目の前をさっと鳥が通り過ぎて近くの枝に止まりました。最近この辺りでよく見かけるノスリの幼鳥です。ノスリは結構大きな猛禽類なのに周囲の人が全然気づいていない様子なのがいつも不思議です。おしゃべりしているママ友3人の頭上の木の上にいたり、ボール遊びをしている親子の横でネズミか何かを捕まえるためにふわっと枝から飛び降りたりします。夫にそのことを話したら、誰も鳥のことなんて気にしてないからねと言われました。確かにそうですよね。けれどママ友にはママ友の、親子には親子の、私には私の楽しみがあるのがいいなっていうふうに思える今日この頃です。こう見えているね、世界がね、それぞれ違うっていうのがね、面白いですよね。今日は自宅より上流へ向かいます。宇野木まで行ってみようと思います。ガス橋を越えてから堤防ではなく川のそばを通っていくことにしました。河口からここまで中州はないと思いますが、宇野木には大きな中州があります。干潮時には歩いて渡れるほどの浅瀬になるので、犬を散歩させている人をよく見かけます。さらに、宇野木水辺の学校という活動もあるようで、親子が集まって多摩川の自然や生き物に親しんでいるところを時々見かけることがあります。宇野木という地名ですが、鳥の鵜の名前がついてますね。かつてこの辺りの森にたくさんの鵜が群生していて、鵜の森と言われていたことから、最終的に宇野木になったそうです。ここではまずオスのモズを見ました。砂礫で虫か何かを捕まえて枝に止まって食べていました。尻尾を回転させる様子がなんか満足したような感じに見えましたね。それからモズはジョウビタキのメスを見つけてギチギチ言いながら追い払っていました。遠いところにノスリを見つけました。木の枝にマトリョーシカみたいな形のものが見えたので、もしやと思ったらノスリでした。足を伸ばしていましたね。なんかだるかったんでしょうかね。最後にイソシギを見ました。木の枝を伝ってひょこひょこ歩く様子が可愛らしいです。飛ぶときは水面すれすれをすごいスピードで飛んでいくので、そのギャップがすごいですよね。というわけで今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。